なんでこんなに良くなるんだろうルノーってどんどん。うわー、気持ちいい、滑らか。転がり感、鼻先感、それから飛び出し感は実はこっちの方があります。今井じゃあ買うとしたらどっち買うって言われると、やっぱりね制御が変わってるんですよ。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。今日はですね、前回内外装と使い勝手をお届けしてまいりましたこちら新型ルノーキャプチャーの試乗をお届けしていきたいと思います。E-TEC ハイブリッドとそれからマイルドハイブリッドだけのですね電動モデルのラインナップになりましたこの新型キャプチャーなんですけれども、正直走りすごかったです。まずはですね E-TEC ハイブリッドからお届けしていきまして、マイルドハイブリッドも同じ動画でお届けしていきたいと思いますので、最後までご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価で応援してください。車買ったら自宅で簡単コーティングシラザン50。はい、というわけでですね、まずは E-TEC フルハイブリッドから試乗していきたいと思います。おなじみになりましたねって思ってるのは私たちだけでですね、意外とこのルノーの E-TEC ハイブリッドの知名度が低いことに個人的にはものすごい憤慨してて、正直この E-TEC フルハイブリッドっていうのはもっと売れていい車だと思ってますし、もっと評価されてしかるべき車だと思ってるんですね。やっぱりルノーっていうメーカーのちょっとマニアックさというかね、その一末の入りにくさというかですね、やっぱ壊れそうとかそういうイメージからしてもですね、知名度がねまだ行き渡ってないのかなとは思いますけれども、正直私はですねアルカナに乗ってたこともありますし、なぜ選んだかっていうところも含めてですね、この E-TEC ハイブリッドの商品力の高さっていうのをですね、もう本当によく知ってます。マジでこれすごい。何がすごいかというと、E-TEC フルハイブリッド、E-TEC というのはそのルノーのですねこのフルハイブリッドシステムの名前なんですけれども、それだけじゃなくて、実はメガーヌにも日本には入ってきてないんですけれども E-TEC というですねフル EV レブがあります。でこれも E-TEC というふうになっているので、バッテリーを搭載しているエレクトリックモデルは E-TEC という名前がついているのかなと思わせますよね。でこれマイルドハイブリッドには E-TEC という名前は使われないです。というわけでですね、私乗らせていただいているのがこの E-TEC フルハイブリッドなんですけれども、フルハイブリッドという名前の通りですね、モーターの走行域があるですねストロングハイブリッドのことを指します。でこのストロングハイブリッドなんですけれども、長く欧州ではですね効率が悪いとかあんまり作る意味がないとか言われてですね手をつけてこなかった、欧州メーカーが手をつけてこなかったエリアなんですけれども、なんとルノーはですね、F1 の技術、F1 のそのテクノロジーっていうのを使ってドッグクラッチを組み合わせてフルハイブリッドというのを作ってきたんですね。そもそもですねエンジン、それからモーター、それからトランスミッションというですねこの三つどもえでパワートレーンが成り立つわけなんですけれども、このモーターだけではなくてそのエンジンにはトランスミッションがないといけないんですけれども、例えばトヨタのシステムで言えばこのエンジンに CVT を組み合わせてハイブリッドシステムとしています。ルノーはそこにですねドッグクラッチを持ってきたんですね。でドッグクラッチっていうとなんか幸運期とかなんかそういうイメージがあるかもしれないんですけれども、その犬の歯みたいにこうクラッチがなっているのでドッグクラッチって呼ばれてるんですが、このドッグクラッチを使うとですね、例えばそのメカニカルロスが多かったりとかして、あまりこうポジティブなイメージじゃない、近代的ではないみたいなイメージを持っている方がもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、そこをですね3つのモーターを組み合わせまして、非常に多段化をしましてねナチュラルにかつダイレクトにですね走れるというのがこの E-TEC のフルハイブリッドの特徴でございます。でこれがモーターがね3つあるということで 12kWh のバッテリーを組み合わせているというような感じなんですけれども、これらがですねもう年を追うごとにどんどん洗練されてきているっていうのがこのルノーの凄さかなと思うんですよ。正直ですねこれ一番最初に出たばっかりのこのね E-TEC が出たばっかりの頃ってやっぱり少しですね今思えばですよ、その当時は本当にびっくりしましたけれども飛び出し感とかもあったなっていうのも思いますし、この制御のあんまりねフィール的には変わってないんですけれども、明らかに今のモデルは燃費伸びてるんですよ。ここもなんかどないやねんと思うんですけれども、もうねモデルを増すごとに代を増すごとにですねこの E-TEC がどんどんですね進化してきている、ここが本当にすごいところです。
この3つのモーターの内訳といたしましては、メインモーターですね。メインモーターがあって、それからスタータージェネレーターを兼ねているところ、ここに2つのモーターがあって、計3つのモーターとなっているわけなんですけれども、これと組み合わされているのが電気制御式のドッグクラッチで、それにですね 1.6 リッターの直噴のターボが組み合わされているというような感じなんですね。で、そもそもそのルノーというか、このフレンチのエンジンっていうのはものすごいパワフルでトルキーです。で、1.6 リッターなんですけれども、そのターボっていうところのその火球の付け方がですね、味の付け方がちょっと日本とはやっぱり考え方が違って、非常にパワフルでトルキーなんですよね。もう加速の初期からもうぐわっとですね、もうこう加速感を感じるような、とても押し出し感のあるエンジンになってます。で、それにですね、スカスカしたところ、1.6 リッターのパワーレス感っていうのをですね、埋めるようなモーターが組み合わさっているということもありまして、これはメインモーターの力なんですけれども、非常にこう滑らかでナチュラルっていうのがあります。そしてその台を追うごとにその燃費が良くなっているというところなんですけれども、なんとこのですね新型のキャプチャーはですね 23.3 リッターというですね、もう本当にねびっくりするようないい燃費を持っています。このクラスでいうと割と飛び抜けていいと言ってもいいと思います。で、ガソリンのハイブリッドとしてはですね非常に信頼できるシステムで、同じハイブリッドシステムを持つアルカナオーナーとしてしばらく乗ってましたけれども、もう何に惚れてたかってぶっちゃけ燃費に惚れてましたね。廃浴ガソリンではあるんですけれども、非常にその廃浴っていうですね、お財布的なネガティブっていうのを全く感じさせないぐらいに、もういくら走っても燃料減らないっていうぐらい、ちょっと言い過ぎですけど、でも本当にですねガソリンスタンドに行く回数が格段に減っちゃうぐらいですね、ワンタンク1000キロぐらいは余裕で走れちゃうんですよね。それが非常に頼もしかったですけれども、これがですね前期のアルカナに私は乗ってたんですが、もう後期のアルカナになるとそれがですねまたさらにリッター1キロぐらいスッと伸びたわけですよ。そしてこのキャプチャーも私前期のモデルも試乗させていただいておりますけれども、この後期になるとなんでこんな滑らかになったの？ものすごいスルスル感があるんですよね。とってもシームレスですし、特にそのモーター走行域からエンジンに変わっていく時のですね継ぎ目のなさと、この前に転がっていく感じっていうのがちょっとレベルがまたちょっと変わりましたよ。フェーズが変わりましたよ。これ驚き。なんでこんなに良くなるんだろうルノーって、どんどんもう私はね本当にね惚れてました。ずっとね前期のアルカナに惚れてました。車入れ替える時にちょっと泣いちゃうぐらいアルカナのエンジニアドだったんですけど、もう本当に大好きで、もう変えたくないと思うぐらい大好きな車だったんですけれども、後期にパッて試乗した時に、これは試乗したんですけれども、あれこっちの方が好きだなっていう、もうあっけなくですね前の男を捨てるかのようにですねあっけなくもう心が移り変わってしまうぐらい車の進化が本当に素晴らしいんですよね。全く同じことをこれに感じてます。しかも燃費だけじゃない。これなんでこんなに滑らかになったの？アクセルの動力に対しての進み方がものすごい気持ちいいんですけど、うわー気持ちいい、滑らか。それからもう一つですね、この滑らかさに一つですねちょっとこうバウンド感というかね、サスペンションの独特の感じが加わりました。もともとキャプチャーは SUV ですから、割とですねこうもっちりと粘るような足、シリーズの中でもですね割と優しい感じの足、当たりの足っていうのが特徴だったんですけれども、今回ですねこのアルピーヌね、エスプリアルピーヌのが入ったことによりまして、少しですね何が変わったかというと19インチが採用されたんですね。で19インチっていう設定が今までキャプチャーにはなかったんですよ。18まででした。で19インチにすることによりまして、実はですね足回り変えたんですって。でこれはプレスリリースとかに書いてないんですが、実際にそういう情報があったということをですね広報さんに聞きました。実際にサスペンションの変更が行われたんだそうです。でこれは内外装と使い勝手編の時にも言ったんですけれども、今回の変更はですねこの A ピラーから前の部分が変わったんですね。でここに手を入れられたということはですね、サスペンションの部品の変更もできたということですので、サスペンションのねマウントとかもですね、その取り付け位置とかもですね変えられたということもありますので、ここでサスペンション領域まで手を入れられたと。で前いじったので後ろももちろんセッティングが変わっていて、19インチに合わせたサスペンションセッティングが行われたということなんですけれども、もちろんこれですねミシュランタイヤが装着されております。それもあって
うわー、これもね、なんだろう、こう接地感があるのにものすごい軽やかな接地感を感じます。踏ん張りあるのにものすごく軽やかっていうね。これミシュランフィールだな。これミシュランフィールですね。とてもですね、トン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 って軽く道を越えていくみたいな感じのフィーリングになってます。でこれが軽やかなこの E-TEC ハイブリッドの操作感と合わさってめちゃくちゃ面白いし、めちゃめちゃ気持ちいい。そしてスムーズでトルキー。この後にマイルドハイブリッド乗るんですけど、いや私は E-TEC フルハイブリッド買うだろうな。ただ価格が全然違うんですよ。ちょっとこの車の方がですね、割といくらだ、50万ぐらい高いのかな。結構価格差があるんですよね。なのでここが悩みポイントではあると思います。この価格差をどう捉えるか。まあでも私は買うんだったらこっち一択なような気がしますと、マイルドハイブリッドに乗る前から言ってますけれども、さあどうでしょう。この後すぐにですね、答え合わせしていきましょう。さあというわけでですね、続きましてはマイルドハイブリッドです。これ悩むな。ちょっとですね悩みます。さっきもう調子よくですね、私フルハイブリッド一択だなって言ったんですけど、いやこれはこれでまたねめちゃくちゃいいですね。で何がいいかっていうとですね、そもそもやっぱりこれ車重が軽いんですよね。フロントもリアもですね、その接地感っていうのがものすごく軽やかです。いやそうですね、接地感っていうか加速感が軽やかですね。不思議なんですけど、そう接地感もあんまり変わらないんですよ。これはやっぱりミシュランの E プライマシーの力もあるかなっていうふうにも思うんですけれども、タイヤの転がり感であるとか、そのタイヤの接地感っていう意味ではあんまり変化はないんですが、転がり感、鼻先感、それから飛び出し感は実はこっちの方があります。元気いいです。これね、でも競合と比べてもめちゃめちゃパワフルなんですよね。158PS の 270Nm っていうですね、軽い車重でそれぐらいのトルクが出ますので、もうぐぐっと前に進み出すっていう。だから結構やんちゃな車が好きな人はこっちの方がいいかもしれないです。ただしやっぱり成熟感であったり大人っぽさ、それから静粛感っていうのを感じるのを好きな人は E-TEC フルハイブリッドになってくるかなと思います。燃費はですね、やっぱりね、バッテリー搭載している E-TEC フルハイブリッドの方が良くて、このマイルドハイブリッドはですね、リッター 17.4 というね、燃費になっておりますので、そうですね、飛び出感が好きな人と、あと車両価格がですね、だいぶ違うので、50万ちょいぐらいですね、やっぱりこっちの方が安いので、この50万円分消化しないよと、燃費でね、消化しないよという人は、リッター17も出ますから、言うて17も出ますから、このマイルドハイブリッドで十分な気もしますし、こう元気が良くて、さらにちょっとシャキシャキ走りたいよという方はですね、こっちの方がいいのかなと思います。ただしその E-TEC と比べるとですね、やっぱり50万円分車の質感はだいぶ向こうの方が高いですし、このマイルドハイブリッドの方が進化幅というかね、その前期モデルとあんまり変わってないかなっていうのを感じて、前期モデルというかね、このルノーのマイルドハイブリッドとしては想定内だよねみたいな感じですね。けどこれはアルピーヌなので、今までになかったこととしてはですね、18インチから19インチにタイヤがインチアップされてます。この19インチへの進化もですね、もちろんサスペンションのね、ダンパーのセッティングとかも変更があったということもありまして、もちろん最適化がされているっていうのは大前提にして、やっぱバネ上がこっちの方が軽いので、少しですね、その減水感というよりは割とこう上でこうごまかせるというか、なんて言うんでしょうね、重量の影響をE-TEC フルハイブリッドほどは受けにくいのかなというような感じもしますね。こっちの方がだからその減衰というよりは割とこう上でこうパンパン跳ねてるみたいな感じの、ここも若々しいフィールでもあります。でも上でパンパン跳ねていると言ってもルノーですから、そこはルノーですから、そうそう、最近ねルノーってそんなにめちゃくちゃ粘りのある足っていうのを出してきているようなメーカーではないんですけれども、だからといって
めちゃめちゃガチガチに固まってるかっていうとそうではなくて、でここがまたちょっとプジョーとかとも違うところなんですけれども、そのルノーの持つ粘りっていうのがこうプジョーほど硬くなくシトロエンほど柔らかくなくっていうね、その絶妙のところにあるので、ここはね足マニアの方は全フレンチブランドで今考え方が全然違うので、ぜひね味をこう比べてみてもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、ルノーはですね硬柔らかみたいな感じですね。でそれがしっかりと生きているかなと思います。特にキャプチャーはそのルノーのヒエラルキーの中でも割としなやかになっている方なので、ここもですねマイルドハイブリッドになったこう跳ねるようなね、こうバウンドするような感じのフィールを持っているとはいえですね、その中でももっちりしているかなと。なんですけれども E-TEC フルハイブリッドの方が車重がある分ですね、その粘り感っていうのをより感じるような図式になっているといったような感じでしょうか。ね、ニュアンス分かりますか？ちょっと細かいんですけれども、この、マイルドハイブリッドの方が全体的にですね若々しく、そして跳ねるような感覚っていうのを味わえます。で加速も割とグイグイします。いやこれはね難しいんですけど、もしかしたらだから、日頃からワインディングロードとかを試すような人、山間部にいて、例えばキャンプとかも好きでグイグイ走るような感覚が好きな人はマイルドハイブリッドの方がですね楽しいかもしれません。で高速道路であったりとかシティスピードで走ることが多い人、都心部で乗る人は、E-TEC フルハイブリッドの方が合っているかな。多分そっちの方がストレスなく走れるかなっていう感じもします。この辺はいずれにせよですねどちらも楽しくて、どちらもちょっとベクトルが違うので、ぜひね販売店に両方揃っている方は両方とも試乗してもらって好みのフィールをね、迷っちゃうかもしれないけど、選んでみていただきたいなと思います。で結論ですよ。今じゃあ買うとしたらどっち買うって言われると、私はちょっとやっぱり E-TEC フルハイブリッドを選んでしまうかなと思います。それはなぜならば私めちゃくちゃ移動距離長いんですよね。多分ちょっと波の商用ドライバーぐらい、ある意味商用ドライバーなんですけど、波の商用ドライバーぐらいですね移動距離が普段からめちゃめちゃ長いので、静粛性、精神性、それから燃費っていうのがですね意外にじわじわと気になるっていうのもあって、あとやっぱり E-TEC ハイブリッド好きですね。でさっき聞いたんですけれども、これねマイルドハイブリッドに乗りながら E-TEC フルハイブリッドの話をするのもなんだかなと思うんですけれども、やっぱりね制御が変わってるんですよ、前のモデルより。だからやっぱりビッグマイナーチェンジなんですよね。すごいですよ。だいたいその残電費量を 40% 以下にならないようにコントロールしてるんですって、システムが。だから常に電気の余力を残したまま走れるようになってるので、実はですねいらないエンジンがかかりにくくなってます。私はその前期型のアルカナオーナーだったので、そのエンジンがかかる領域とかのここじゃないとこでかかってほしかったなっていうところとかがあったのを知ってるんですよね。だから余計に思うんですけれども、より EV っぽくなったっていうとすごくシンプルかもしれないです。ですからその、残電量を余裕を持たせることによってエンジンのかかる領域を実質的に抑えているっていうことによって静粛性も上がってるし、それから全域でモーターの加速っていうのが楽しめますし、残電治療をですね、フォーカスすることによっておそらくそのエンジン負荷の少ないところでエンジンがかけれるようになったんじゃないかなと思うんですね。だからある程度速度が乗っているところでエンジンかけることによって高いギアでエンジンをかけることができるので、より燃費をセーブできるっていう利点もあるんじゃないかなと思われます。だからそういうシステムの面白さ、私テクノロジーが好きで車に乗ってる新車が大好きなので、その辺のその最新テクノロジーというかルノーならではの考え方、このね日本とはまた違う、そのハイブリッドに対するそのエコ技術に対する考え方っていうところがすごく面白いなと思うので、私が買うんだったら E-TEC フルハイブリッドかなと思いますが、ちょっと悩むぐらいマイルドハイブリッドもいいですね。これねちょっとボディが大きくなってくるとアルカナとかだとマイルドハイブリッドちょっとだけ非力に感じるんですよ。だからキャプチャーぐらいのボディサイズにこのマイルドハイブリッドが搭載されているのはめちゃくちゃドンピシャいいバランスなのかもしれません。これはちょっと悩むとこですね。アルカナだったら E-TEC フルハイブリッドだなと思うんですが、キャプチャーだと MHV もものすごいバランスいいぞっていうね。
もうそもそもね車重が軽いのでアクセル動力がほんのちょっとで済むんですよ。これもその燃費を良くしている理由だと思うんですけれども、最初にねグイッとトルクが出るから、あれ本当にこれ燃費いい車なのかなって思うぐらい元気がいいんですよね。早くスピードに乗ってくれるので、おそらく早いタイミングでエンジンの低負荷域に入れるんですよね。こういう考え方もあるんですね。だから、ある程度速度に乗っていくとアクセル踏む量がほんのちょっとで済むんですよ。だからあんまりアクセル踏まなくてもスルスル進んでいくっていう、こういうエコ技術の考え方もあるのかな。面白いですね。あとね、この軽さによっての副産物としては、ステアフィールがE-TECフルハイブリッドほど電動的なそのクイックさっていうのがハンドルにないんですよね。こっちの方がものすごいアナログ感があります。だけどその軌道が、打角に対しての軌道がこっちの方がとてもアナログっぽいんですよね。素直でクイッと入っていくというよりは、ちょっと機敏、アジャイルっていうような感じのイメージも受けます。ここもやっぱだからキャラが違うんですよね。そうキャラが違うんです。だから多分ね、これ私の動画見て試乗しに行ってマイルドハイブリッドと E-TECフルハイブリッド両方に乗り比べた人は、私とすっごい全く同じ感覚持つ人と、いやもう今井ちゃん全然間違ってる、俺は絶対 MHV の方が好きっていう人とパーンって分かれると思います。ここもねぜひ試してもらいたい。そしてまた教えてください、どっちが良かったか。というわけで今日はこちら新型キャプチャーの走り編お届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。2つのハイブリッドを乗り比べてきましたけれども、いやちょっとこれはですね、価格も考えても悩ましいんですけども、皆さんはどちらを選ばれますでしょうか。それではですね、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。